金曜日の夜のウイスキーラジオドラム FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーがもっと好きになる情報をお届けしていきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。先日の地震はだいぶ肝を冷やしました。久しぶりに大きな地震でお酒が倒れないかヒヤヒヤしたんですけども、皆さんはいかがでしたでしょうか。ご無事であればと思います。ここ最近はお世話になっている方のバーの再開や新たに開店したお店の挨拶回りが一段落しましてですね、まだまだ通常営業とはいきませんが、活気が戻りつつあることは非常に喜ばしいことだなと感じています。感染者数は減ってきてはいますけども、季節の変わり目になりますので、皆さんお体には気をつけていただければと思います。本日は海外ニュースを2つお届けしたいと思います。まずアイラ島のブルックラディ蒸留所がヘビーピーテッドウイスキーオクトモアシリーズの最新作を発表しました。オクトモアはピートの強さを表すフェノール値が 100ppm を優に超えるヘビーピーテッドで有名なウイスキーですね。日本でもシリーズ11が販売されていますが、最新作のシリーズ12がイギリス本国で発表されています。オクトモア 12.1 はアメリカンオークダルを使用し5年間熟成されています。この 10.1 はですね、各シリーズにおいてアメリカンオークダルで5年熟成が伝統となっていまして、シリーズ12もそれに倣っているとのことです。 12.2 は驚異的な成功を収めたオクトモア 4.2 の例に倣いまして、ヘビーピーテッドの原酒をアメリカンオークダルで3年半熟成した後、ソーテルヌダルで18ヶ月間追熟されています。一方 12.3 はシングルヴィンテージシングルフィールドのシングルモルトで、蒸留所からわずか数キロ離れたオクトモア農場で栽培された大麦を使用しています。蒸留された原酒のうち 75% をアメリカンオークダルに、 25% をペドロヒメネスのソレラダルに充填しまして5年間の熟成をされています。熱狂的なオクトモアファンの方には待望の新作ですね。イギリス本国での販売が今月からになるそうで、日本への入荷情報はまだ出ていません。数ヶ月後には店頭に並ぶ日も来るかと思いますので、首を長くして待つことにしたいなと思います。もう一つ新作ニュースをお話ししたいと思います。グレンアラヒウッドフィニッシュに3つの新商品が登場します。グレンアラヒの限定品シリーズであるウッドフィニッシュですけども、バッチ3となる3つのシングルモルトが発表されました。まず一つが11年もののペドロヒメネスウッドフィニッシュ、続きまして12年もののルビーポートウッドフィニッシュ、最後に13年もののマデイラウッドフィニッシュがあります。他のグレンアラヒと同様にノンカラーで提供され、ノンチルフィルターで仕上げられています。アルコール度数はすべて48度です。ペドロヒメネスウッドフィニッシュは最初にアメリカンオークダルで9年以上熟成され、豊かな味付けのデザートシェリーパンチョンダルで熟成期間を追加することで、より甘くフルーティーな風味を体験できるそうです。ルビーポートウッドフィニッシュはアメリカンオークダルで10年以上熟成させた後、以前は若いポートの熟成に
使われていたパイプ樽で二次熟成させました。グレンアラヒーによると、この木材は原酒に鮮やかなルビーレッドの色を与えるだけでなく、スパイシーなジンジャー、ダムソンジャム、グレープマストの深みを加えるそうです。マデーラウッドフィニッシュはアメリカンオークダルからマデーラワインダルで追熟しています。蒸留所によると、この追加の熟成期間によってジューシーなパイナップル、砂糖漬けのアーモンド、ストーンフルーツのトーンがもたらされたとのことです。日本でも評価が高まっているグレンアラヒーの限定商品になりますので、一日も早い販売が待たれるボトルかなと思います。ドラム FM では皆さんからのウイスキーにまつわるお便りを募集しています。いただいたコメントの中から番組内で紹介していきますので、動画の概要欄にある Twitter リンクから DM でお送りください。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はキャンベルタウンからグレンスコシア蒸留所のグレンスコシア10年になります。このグレンスコシア蒸留所なんですけども、創業は1832年になります。キャンベルタウンが大麦の主要産地であったこと、石炭鉱脈と天然の良好に恵まれていたことにより栄華を極めますが、アメリカ禁酒法時代の影響を受け、1928年に一度閉鎖をしています。その後1980年代に100万ポンドの巨費を投じて大改修され、本格的に操業を再開しました。前オーナーのダンカン・マッカラムの幽霊が出ることでも有名だそうです。現在はロッホ・ローモンドグループの所有となっていて、オーナーは2019年から中国の投資会社ヒルハウスキャピタルマネジメント社になります。グレンスコシア10年は新たにリリースされた商品で、ノンピートモルト原酒を使用し、グレンスコシア伝統のファーストフィルバーボンダルで熟成されました。数年前にもグレンスコシア10年があったんですけども、その時はピーテッドモルトを使っておりましたが、今回はノンピーテッドになっています。アルコール度数は40度でボトリングされ、日本では9月21日から販売されています。一応新定番商品というお話で、伺っているんですけども、グレンスコシア蒸留所公式のサイトでは見当たりませんでした。スプリングバンクやキルケランはウイスキーブームの影響で徐々に値上がり傾向ですから、6000円前後で買える貴重なキャンベルタウンモルトになりますので、息の長い商品になってもらいたいなと思います。それでは早速ストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。香りはですね、潮の海の香りがしますね。そしてスライスしたリンゴですとか、オークダルの香りですね。これが溢れてきますね。一言で言うと芳醇な香りかなと思います。40度というアルコール度数ですけども、アルコール刺激感は一切感じません。ずっと嗅いでいたい香りかなと思います。
では味わってみたいと思います。かなりボディは厚い方だと思います。飲み応えは十分ですね。余韻もまだ続いて長いですね。滑らかなシロップのような口当たりです。溶けた砂糖ですとか、マーマレード、パイナップルのようなフルーツ味も感じられます。そして、クリーミーなオークダル由来のバニラの風味ですね。これが強く感じられます。フィニッシュにかけては、若干のスパイス感がありますけども、決して、嫌な感じはしないですね。舌を刺激するような感じではなくて、ほのかにニュアンスが流れるような感じです。全体的には甘く、そして、塩気を感じるウイスキーに仕上がってるかなと思います。ラベルにですね、クラシックキャンベルタウンモルトと記載がしてあってですね、古き良き、キャンベルタウンモルトを彷彿とさせるような味わいになってるんじゃないかなと思います。シェリーダルブームが昨今続いていますけども、どっしりとしたキャンベルタウンモルトを代表する名酒ではないでしょうか。これはぜひおすすめしたいと思います。もし酒屋さんですとかバーで見かけられましたら、一度召し上がってみてください。そろそろお時間となりました。次回のゲストはアイランズから今月日本新発売となりました新蒸留所のボトルをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。